さんこんにちは。建築家のバカンス岡田です。 YouTube を始めて約1年半、これまで50件近く国内外のホテルを建築家の視点で探訪してきました。今回はいつものホテル探訪と少し趣向を変えて、もう一度訪れたいと思ったホテルを厳選した5選を保存版としてまとめてご紹介したいと思います。選定基準はシンプルで、空間のデザインが素晴らしく、細部までこだわり抜いていること、感性を刺激してくれたり、心が落ち着いたり、特別な体験につながること、そして何よりもう一度行きたいと自然と思えたこと、この3つの基準を大切に選定していきました。本当は他にも入れたいホテルがたくさんあるんですが、今回は厳選に厳選を重ねてこの5つに絞りました。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介するのが静岡県沼津市千本松原の静かな一角に佇む沼津クラブ。築110年を超える登録有形文化財の茶亭とモダンな宿泊棟が共存し、どちらも主張しすぎずにお互いを引き立て合っています。宿泊棟を設計したのは建築家渡辺明さん。直線的で端正な構成の中に土や木、水、光といった自然の要素がきちんと組み込まれ、滞在の体験として立ち上がってきています。特に象徴的なのが水盤と松林の風景。窓を開けると内と外がつながり、夏には涼しげなせせらぎを、冬には暖かな日の光を取り込み、時には建築の陰影を映し込み、訪れる人々に至福の時間を与えてくれます。椅子に座って眺めているだけで呼吸が整う、思考がゆっくりとほどけていくような感覚です。客室は全8室、和の要素を取り込みながらもモダンさも感じられるデザインです。素材の質感が揃っていて、低い姿勢でくつろぐためのスケール感が丁寧に整えられています。窓周りの設計や光の入れ方、視線の抜け方が心地よさを作っています。そしてこのホテルのもう一つの大きな魅力は食事です。歴史ある茶亭で味わうモダンチャイニーズは、文化財という器の力とシェフこだわりの現代的な感性が同居する特別な体験。空間と食が一体となったここでの滞在の記憶をより濃いものにしてくれます。静けさの中で感性が少しずつ進んでいく。もう一度行きたいというより、また戻りたいと感じさせてくれたホテルです。続いては、歴史ある街並みに現代の感性が静かに重なる京都。その新旧の重なりこそがこの街ならではの魅力だと感じます。その京都の中心に立つエースホテル京都。アメリカ・シアトル発のエースホテルが
2020年にアジア初進出として開業したライフスタイルホテルです。烏丸御池駅直結というアクセスの良さも含め、街に開かれたカルチャーの拠点として機能しています。建物は1926年竣工の旧京都中央電話局をリノベーション。設計は隈研吾建築都市設計事務所とロサンゼルスのコミューンデザイン。保存棟と増築棟の2つの時間を重ねながらホテルとしての新しい場所を作っています。エントランスに入ると開放的な空間に木材の木組みが重なり、オリジナル照明の陰影の扱いがまず印象に残ります。ロビーは宿泊者だけでなく誰もが立ち寄れる居場所として設計されており、ホテルでありながら街の一部として自然に溶け込む、そんな居心地の良さを感じます。ワークデスク、ソファー、カフェの気配、そこに国内外の人が自然に混ざり合い、仕事と休息、会話と沈黙が同じ空間で共存する、エースホテルらしい余白のデザインが効いています。客室は全9タイプで全て30平米以上。宿泊したヒステリックタイプの客室では、歴史ある建築が持つゆったりとしたスケール感の中に、工芸やアート、グラフィックといった要素が過度にならず軽やかに差し込まれています。色の使い方や素材の組み合わせ、民芸的な要素とモダンデザインの距離感、それぞれが主張しすぎることなく静かに共存している印象です。ここではイーストミーツウエストというコンセプトが言葉として説明されるのではなく、空間の体験として自然に感じ取れるように構成されています。エースホテルはただ泊まる場所というより、街と文化を編集して見せる装置、そのようなホテルです。京都らしさだけでなく、新しい京都の過ごし方を提案してくれる、そんなホテルでした。続いては沖縄本島北部から橋で渡る小さな島、郡島。エメラルドグリーンの海の上をまっすぐ伸びる郡大橋を渡ると、ゆったりとした時間が流れる静かな島の風景が広がっています。ここに2024年9月に開業したのが4ヤード郡アイランド。全8室オーシャンビューのプライベートビラです。直訳するとあくびの庭で、コンセプトは泊まれる庭。設計はスキーマ建築計画の長坂丈さん。このホテルの魅力は、目新しい形で主張するのではなく、自然の中でどう過ごすかを建築によって丁寧に整えている点にあります。それぞれのビラは海側の C エリアと少し離れたヒルエリアに分かれています。C エリアでは海へ向かって庭とテラスが開き、海や夕日の景色を堪能できるように設計されています。沖縄の古民家に着想を得たという半屋外の構成が、屋外、半屋外、室内という区分が曖昧になり、さらに風と光が行き交うことで空間が自然につながっていきます。空調を使った快適さとは別の自然の気配を受け取る快適さ。風が通り抜け、湿度や匂いまでも含めて記憶になる。建築が島の環境に無理なく馴染んでいることが、この場所の心地よさにつながっています。琉球石灰岩のカウンター、地元作家の家具、そしてスケールを抑えた建物の立ち方。素材選びや赤レンガ色のアイコニックな色使いからも、沖縄らしさのリアリティを感じさせてくれます。景色の主役は沖縄の美しい海で、建築はそれを邪魔しない。ここでの滞在は何かをする場所というよりも、
海を眺める、風を聞く、ゆっくり朝食を食べる、そうした時間がそのまま豊かさになる。泊まれる庭という言葉が滞在を終える頃にはしっくりとくる、そんなホテルでした。続いては東京のど真ん中、虎ノ門ヒルズステーションタワー内に2023年冬に開業したホテル虎ノ門ヒルズです。地下鉄の虎ノ門ヒルズ駅から直結し、羽田からも車で30分、東京初進出となるアンバウンドコレクションバイハイアットのブランドのホテルです。客室はスイート30室を含む全205室。そしてインテリアデザインを手掛けたのが、今回が日本における初プロジェクトとなるデンマークのデザイナーユニットスペースコペンハーゲン。このホテルの魅力は流行に左右されないタイムレスでミニマルなインテリアデザインです。流行りの装飾を重ねるのではなく、北欧と日本の建築美が見事に融合したユニークなインテリアデザインが特徴です。アプローチで印象的なのが、都市の気配からホテルの静けさへと段階的にトーンを落としていくデザイン。黒を基調とした木の縦格子、天井の反射、間接照明の柔らかな光のアプローチ空間を通り抜けると、徐々に気持ちを切り替えてくれる心地よい空間です。ロビーやカフェエリアでは北欧ファニチャーならではの柔らかな曲線を描く家具が配置され、高層ビルの中にありながら自然と気持ちが落ち着いていくのを感じます。都会の緊張感を優しく和らげてくれる、そんな空間です。アートや素材の表情も空間に適度なインパクトを与えながら、現代的な要素が空間とバランスよく調和しています。客室も同じ考え方でまとめられており、コンパクトのサイズながら天井の高さや間接照明の使い方によって実際以上に伸びやかで軽やかな印象を受けます。大きな窓の先に広がる東京タワーの景色も、内装が主張しすぎないことで自然と視線が外へと導かれます。象徴的な風景をそっと引き立てるようなしつらいです。都市の中心にありながら慌ただしさをそのまま持ち込ませない、仕事や移動の合間に気持ちを一度リセットできる、そんな完成度の高い都市型ホテルだと感じました。続いては三重県多気町の複合施設ビソン内に2024年8月に誕生したハセンダビソンホテル。わずか6室の小さなマナーハウスで、ザ・混乱ショップがデザイン監修を手掛けた世界初のホテルとしても話題になりました。このホテルの魅力は、豊かな自然に抱かれるようにひっそりとそれでいて凛とした存在感を示す建物と、日常の喧騒から離れ静寂と安らぎの時間を与えてくれる空間デザインです。大きなロビーには暖炉があり、家具や照明、アート、どれもセンスがあふれ温かみを感じさせるものばかり。客室は6室すべてコンセプトが異なり、部屋を選ぶことも楽しみの一つになります。お部屋の方はまるでヨーロッパの別荘に来たかのようなゆったりとした時間が流れる落ち着いた雰囲気。天井も高く
大きな窓から柔らかな光が入る広々とした空間。家具のセレクトやデザインの文脈がそのまま部屋の世界観になっています。ただ眺めるだけではなく、座り、触れ、使うことで名作家具が生活の中に降りてくる感覚です。別荘のように人の目を気にせず、暖炉のそばで静かに過ごす、音楽を聴く、朝の光で目覚める、そういう時間を自然に堪能できるデザインになっています。ビソンという大きな複合施設にありながら、このホテル自体はとても静かで、感性を刺激しながらも心が落ち着く。デザインが豊かな暮らしのヒントになることを素直に体験できる、そんなホテルです。最後はおまけとして、ホテル滞在で実は朝食を大切にしているという方も多いと思います。ここで今回はこれまで訪れたホテルの中で一番心に残った朝食をいただけるホテルをご紹介します。場所は沖縄恩納村。那覇空港から車でおよそ1時間。リゾートのにぎわいから少し離れた丘の上に佇む小さな宿。青と青と白と沖縄。2020年3月に開業した全3室だけのバケーションハウスで、設計を手掛けたのは建築家中村博さん。沖縄の赤土を思わせる外壁と屋上を覆う緑、そして風突と呼ばれる煙突のような塔が建物の表情を作っています。中に入ると、この宿を象徴する水の中には海と山からの風がゆっくりと抜けていき、光は水面に反射し、天井に揺らぎを落とします。風と光の流れそのものが心地よさになる、そんな場所です。そしてここでいただいた朝食が今回の一番感動した朝食です。朝食は共有スペース、みんなの場でいただきます。朝食のテーマはマーサンブレイクファースト。沖縄の島言葉でマーサンは美味しいという意味だそうです。まず運ばれてくるのは紫が印象的なバタフライピーのハーブティー。そこにシークワーサーのシロップを合わせると色がすっと変わっていきます。本当だ、紫に変わった。続いて運ばれてきたのが彩り豊かなワンプレート。近隣の農家さんの野菜や沖縄の食材を無理に飾り立てるのではなく、素材の輪郭がきちんと伝わる形でまとめられています。味はもちろん、香りや色まで含めて沖縄の朝をそのまま食べているような感覚。最後にいただいた黄金芋の焼き芋も静かな甘さが印象的でした。味だけでなく見た目にも美味しく、ここ沖縄だからこそ堪能できる土地の恵みと体のリズムに寄り添う、そんな朝ごはんでした。旅先で満たされるというよりもほどけていく、そんな体験として今でも強く記憶に残っています。ということで、建築家のバカンスが選ぶもう一度行きたいホテル5選はいかがだったでしょうか。どのホテルにも共通していたのは、見た目の美しさだけではなく、過ごし方まで含めて丁寧にデザインされていたということでした。空間が魅力的だと滞在する時間も魅力的になる、そんなことを改めて感じたセレクションです。ということで、これからもこのチャンネルでは建築家岡田司が国内外のホテルや建築を巡り、豊かな暮らしのヒントを探す旅、美しい建築やインテリアを紹介するデザインの旅をお届けします。
旅行や建築、デザインが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。